初めての私のお友達をお呼びしたいと思います。お友達のエドです。エドです。はじめまして。ようこそ。ありがとう。誘ってくれて、初めてマリカの YouTube にファーストゲストでちょっと嬉しい。いつも見てる？見てますよ。応援してて、最近一番最後やったのは見てないんだけど。見てないの？見てよ。ちょっと今週忙しかったんだけど、いつも忙しい。この後見てみます。見てね。マスト。いいねもしてね。あと登録する必要じゃないです。登録してないんだけど見てる人たちは一番ずるくないです。わかる。でも 50% ぐらいするなんだから皆さん登録お願いします。オリバー・エドさんで26にこの前まだこの前じゃないもうすぐ誕生日が8月で。それで 27？ うん。あ、そっか、私の1個上だ。そう、1個上。1個上で、エドは、カナダ国籍でもメキシコと日本の血がちょっと、なんかメキシコ生まれでカナダに育って2歳からずっとカナダで行ってて、でそこから21歳の時に東京に来た。マリカでやった。人生が変わった今はクリエイティブダイレクションをやりながら、それが結構企業向けの広告とか、マーケティング系のクリエイティブダイレクションをやりながら、自分のアート作品とかメイクとか、ドラァグクイーンの活動もしたりとかしてますので、ドラッグネームはアンドロメダです。最近ちょっとパフォーマンスするチャンスが少ないんだけど、何かあったらみんなぜひ見に来てください。いや、素晴らしいんですよ、本当に。マリカ見たことあるんですよ。ある。もうね、アートだし、なんか本当にわーってなる。スポットライトにね、当たった時にちょっと性格が変わる。どういう性格なの、アンドロメダは？もうなんか宇宙のお姫様みたいな感じで人生が辛いんだけど美しいドラマチックな、悲劇のヒロイン的な。そうです。実はうちらの出会いは、そう、出会いはだって慶応大学だもんね。この2人が慶応大学にいたなんて想像できますか？ちょっと意外って感じが、いつもってなるよね。そうだから本当学生時代 5,6 年前に2人とも慶応に留学してて、で最後の最後にね出会ったんだよね。もうギリギリ1年が終わる時ぐらいでね、そうジャーナリズムっていうクラスの課外授業でロイター通信に行った時に、でもねその前から私エド気になってた。お互い気になってた。気になってたんだよね。でも全然反対、教室の反対側に座ってたから話す友達も全然違うし。そうで、エドはそのクラス一人で受けてたよね。はい。エド一人で受けてて、私は友達で受けてたんだけど、なんか先生がその名前呼んでさ、あれやるときになんかエドみたいな言ったときに、はい、エド時代のエドですって言ったのが衝撃であの子江戸時代のエドみたいなで、なんかその時に反対側に座ってたなんかみんなが前になんかプレゼンしないといけない時があって、マリカが前に行って、私が一回も前に行ってなくていいと思ってて、ずっと一番後ろで一人で座ってた人がエドがなんか超なんていうかね、サーフェスレベルだけど、めっちゃ美人がいるみたいな感じと思ってて、誰だろうみたいな感じ。でも1回しか見てなくて、そうだ、私もね全然発表しない。そうで、マリカ前に座ってたから、あんまりなんか角度的に私がそこから見えないから、なんかいつもこの子いるかどうかちょっと分からなかったんだけど、ロイターでいた時にそうで、ずっと話したくって、でロイターでエドが一人でいて、私もその時一人だったで、友達あんまりなかったけどね、お互いちょっとね寂しくないですか？だからもうこれがもう話しかけるチャンスだと思って、でエドがねピンクのねあれ持って、で出そう
ピンクのあるものを持ってたんですよ。はい。これです。このねバッグをいつも持ってたんだけど、これをエドがバッグ持ってて、私がもうこれしかも話しかけるあれがないと思って近くに行って、あ、このバッグかわいいねって。ありがとう。エドですぐらいマリカです。もうそういう感じなんだよ。友達いないです。いない。一人なんです。じゃあ今日一緒になんか。じゃあ一緒に見ようみたいな。クイしちゃうみたいな。面白いよね。可愛いなと思う。ピュア。一回遊ぼうってなって、初めて遊んだ日もすごい思い出じゃない？私結構衝撃だったんだよね。なんかエドがその時写真を撮ってて、でなんかそのマイカを撮りたいって言ってくれて、でもさ遊んだこともなかったからちょっと緊張してたの。わかる。しかもモデルそんなやってなかったから、大丈夫かなみたいな。でなんかじゃあうち来ていいよみたいな。それもびっくりした。あ、本当？なんか日本であんまりその家にさせてくれたら、なんかうち来ていて本当にいいのかなみたいな感じで初めての遊びでお互い大丈夫かなみたいな。あ、でもなんかマリカなんかでそういうチルな人だったらいいのかな、いけそうかなと思った。いけそうと思った。で来てくれたんだ。そう。でうち来て、じゃあそれなんかしようみたいな。でじゃあ眉毛を消そうって言われて、その時それが意味が分からなくてあ、分かったみたいな、なんかそれがちょっとそういうメイクなのかなって思ってたのね。で初めて遊ぶ日にさ眉毛消されて、なんかノリだよね。ノリでそうノリを持ってきて。でも初めてやったから全然うまくできなくてそう初めてのこと私にやったノリでこうやってファンでつけて消してみたいな、これでいいのかなとか思いながらまあいいやみたいな。なんかさ初めて遊んだからあんま言えないじゃん。嫌だとか嫌だった。なんかなんかアートな感じなのかなみたいな。とりあえず分かんないからエドがどういう人か自分も分かんなかった。何やってとりあえずなんか写真撮ればいいって感じ。なんかすごいこういうあれなのかなみたいな思ってた。で近くの家散歩して写真撮ってね、あるよねデータ。ある。うちらはさこう向こうの大学がメインで、日本に留学みたいな、多分逆留学っていうのかな。逆留学、そういえば特に私はさ日本人でだからそうだよね。そう特にそうなんだけど、だから多分ちょっと珍しいケースで、でそのエドはカナダじゃん、私はイギリスで。どうだった向こうの大学生活？めっちゃ勉強勉強だよね。もう勉強じゃない本当に死ぬほど毎夜なんか毎晩の11時ぐらいになんかずっと図書館とか変えて起きて、授業は図書館って感じ、ずっとそんな感じ。そうだよね。本当にね、みんな海外ドラマとかああいう感じじゃないよね。全然なんかずっと勉強サークルでなんかみたいな感じ、やってる人がいると思うけど、そういう余裕が持ってなかったら多分私がやったプログラムとかわかんないけど、私もずっと勉強だった。もう友達と朝から起きてカフェ行ってよし授業バイバイっつって授業終わったら図書館でランチしようみたいな。ランチしながら勉強みたいな。でまた授業行ってバイバイっつってご飯家で作って食べてよし今から図書館行こうみたいな。で夜までみたいな感じだよね。本当に。じゃあさ、向こうの大学とこっちの大学のじゃあ違いっていうか、その勉強量はちょっとねあんまりそこまでこっちの大学は分かんないけど、一番私が正直受けたのは日本の大学はファッションランドウェイじゃないかなと思って。分かるかな。海外私が行った時にセットパンツ、シャツ、フーディー、勉強しに行くって感じ。バックパックノーメイクもうすっぴん、とりあえず楽な格好、ベッドから起きたそのままみたいな格好だったよね。もうたまにシャワー浴びせずにもうそのままなんか臭いかもしれないけど、もう本当に朝6時からも図書館で勉強しなきゃって今日試験があるとかみたいな感じ。そうだね、確かに慶応でみんなちゃんとした格好してたよね。すごいびっくりした。私はそれ最初びっくりしたかも。なんかみんなおしゃれしてたよね。デザイナーバッグとか。そうそんなのないよね。そうヒール向こうの大学では。いやなんか
なんか私ビジネス組たまにも一緒だから、うんビジネス組たまにそういうなんまあかプレゼンがある時にちゃんとする、うんだけど普通じゃないと思ってて、毎日みんなヒール、特に女性だと思うんで、ヒールはバグ、まあ、めっちゃ髪をくるくるして超メイクして、メイクもちゃんとみんなしてたね。すごいと思って。そうだね、それは一個の違いかもしれない。でも悪いじゃなくて、逆にエドがそれをやることは好きだったんだけど、カナダの大学でそうなんかちゃんとするってなんか、服で楽しむとかメイク楽しむ人少なかったからできなかった、周りが気になるけど、なるほどね、逆に慶応でみんなそういう風に毎日ファッションとかメイクで遊んでいるならエドも遊んでいいよっていう気持ちが、感覚があったから自分がもっと表現できるようになってきた。エドのスタイルあったもんね、慶応で、それで覚えてたもん。デニムのセットアップの子みたいな。あれめっちゃ好き。あれ可愛かったよ。可愛かった。じゃあ私すごいよく聞かれるのが、そのこれから留学する人とか、まあ普通の留学とか語学留学とか大学院の留学の人たちになんか何していけばいいですかとか、何準備すればいいですかとか、向こうで学生生活楽しむには何すればいいですか、短いじゃんやっぱ留学生活ってってすごい聞かれるんだけど、エドはどう？事前の準備ってあんましなくてもいいなと思う。逆にまあ言語が大事だと思うけどね、正直。なんか私が留学した時にもう日本語も喋ってたから、なんか周りと馴染みやすかったし、でも本当に全然日本語は喋らなかった人たちが結構何人かいて、でなんかもう早く帰りたい、なんかもう辛いし、友達仲間作れないし、なんかあんまりなんか日本なんかずっとなんていうアウトサイダーとしての感覚があって、なんかだからまあ言語をちょっとだけでもなんか大事だなと思う。まあそうだね、最初のコミュニケーションとしてはね、どうしても大事。まあ、せっかく例えばじゃあ本当に向こうで友達が作りたいとか、なんか向こうの本当の文化を学びたいっていうのがメインだったら、やっぱりこう自分がねちょっと怖いかもしれないけど、なんかサークルとか、その例えばじゃあその地のね、なんかやってるイベントとかにちょっとでもね行ってみたりとか、まあ、それがちょっとなんかちょっと危ないなとか思うんだったら別にいいし、なんか少しでもねやってみることは大事かもね。あとなんか怖いけどね、わかる、そのわかるよね、ちょっと知らない人とか、知らない人とかにね。でもなんかじゃあ今あの国の言語を喋れないからいけないわけじゃなくて、そのいる間にも頑張って喋ってみようとか、なんか間違えてもいいよっていう感覚が大事だと思う。そうだね。それがあると気づいたら喋れるようになったんだけど。そうだね。日常会話とかそうだと思う。すごいなんかやっぱ学校とかで勉強する、じゃ例えば英語だとかってやっぱ日常会話ちょっと違うじゃん。全然違う。なかなかこうだからそれだけだと話すとか、その例えばじゃあネイティブの友達を作るってなった時に、ねちょっとギャップに気づくと思うんだよね。わかるわかる。だから、まあ、話すことの方が私は大事かなと思う、特に日常生活でもやっぱりあれじゃない、自分は何を一番したいかをとりあえず決めてから、じゃあそこからどう行動すればいいかってだいぶ変わってくる。例えばじゃあ本当にその大学で勉強したいものがある場合はもちろんそのね大学にフォーカスして勉強にフォーカスすればいいと思うし、友達が作りたいんだったらサークルとか、まあ、なんかちょっと寮に住んでみるとか、でもそれただ語学を勉強したいんだったら、じゃあ学校の外とかにも行ってみたりとかするとかかなって思う。これエドの経験でTinder よく使ってた日本の時に、それのおかげで私知らないところを連れてもらった人が多くて、知らない文化を紹介してくれた人とか、やっぱ自分がしか検索、あと Google の分からないけどトップベストカフェとか分からないけど、検索しても、まあ、ある程度もう人気のものしか出てこないから、ちょっと裏の文化とかそういうことをローカル的なね、そうちょっとなんか人と出会う必要なと思うから、もちろんなんか変な人ではしない方がいいと思うけど、なんかちょっとそういうなんて言えばいい、案内してくれる人とか、ちょっとだけいろいろ教えてくれる人を探せばいいなと思う。で、もともとね、うちは2人とも海外がやっぱベースじゃん、育ちもそうだし。で、なんで今また日本にいるか、不思議じゃない？私はすごい不思議なんだよ。私も不思議。そもそも1年で来る予定しかなかった、急にもう6年目って感じで、
気づいたら自分の20、もう前半をもう全部日本で過ごして、不思議。不思議だよね。私もそうだ。私もさ、マリカはもしモデルを1年だけやってみるっていう契約で帰ってきただけだから、でもその後大学院でね、ヨーロッパまた戻ろうみたいな。めっちゃ覚えてる。なんかとりあえず1年間だけでモデルしてみて、でその後フランスに大学行きたいんだけど、なんかそれ聞きながら絶対行くないなと思ってた。なんか絶対モデルうまくいくから、なんか途中で1年間だけで止めることじゃないかなと思う。大学院いつでも行けるから。いや私だからその時多分ね、自信なかったんだよ。モデル業。バックアッププラン。そう、バックアッププランをずっと考えてて、やっぱさ、怖いじゃん、モデルの仕事って。しかもそれしかないからさ、大学行きながらとかじゃなかったから、それをやるみたいな。で、エドも本当はさ、パリかロンドンか東京みたいな、で覚えてるのをさテキストしてて、どれなんか迷ってんだよねって来て、いやいやみたいな、日本来てって感じ。そうなんか私文化服装学院卒業、留学してから文化に入って今も卒業して、でもそのファッション勉強したかった時にイギリスかフランスか日本の文化で1個迷って、まあ全部受けたいい意味だけど、まあ結局日本にしたのは、これは日本の文化の特徴と思うけど、他の国だといつでも行っていいと思うし、いつでも友達作りやすいと思うけど、やっぱ日本の文化は特に海外から来るとなんか馴染みにくいの文化の部分があると思うから、東京はね、そう逆に今若い頃で来たらもう仲間たち作って、もうなんか自分のなんかベースを作れるんじゃないかなと思ってたから、日本に今行った方がいいなと思ってて、でいつでもパリに行ってもいいと思うし、あともう日本語もなんかその留学した時と比べたら全然上手くなったなと思うし、上手くなったと思う。なんか途中でそれストップするのはもったいないと思う。なるほどね。そういう方ね。あと日本は安全な国。東京、日本、本当に安全です。なんか日本に来たい、留学として来たい人たちがいればめっちゃおすすめ。なんかそうもちろん変なことしない方がいいと思うけど、やっぱある程度日本で遊びたかったら自由に遊べる。あんまりなんか誰かが財布盗んだりとかなくて、なんかお酒飲んでも普通になんか物なくならないとか、なんかそういう安心性がすごくあって、なんか私も特に20代前半みんななんかバカじゃないですか変なことしちゃうから、なんかそれは安全なところですると基本的に悪いことは起きないから。そうだね。本当に海外だったら気抜けないよね。そうずっとなんか普通にいろんな話聞くもんね。カバンなんかずっとこういうクラブも絶対他の人の飲み物は飲まないとか、そのトイレ行くのも絶対話さないとか、普通、それが普通だったもんね。当たり前です。当たり前だから日本で特に私もなんかLGBTQ 当事者としてなんか暴力もない国だし、他の問題があると思う、日本で結構あるけど、その暴力な面で自分がなんか殴られたりとかも想像できない日本だから、安全するなって感じです。ありがとうございました。ありがとう。話を聞いてくれて。でもいろんなね話できたんじゃないかなと。なんか結構ね留学、今コロナだから多分する人としない人が多分結構分かれてきちゃうかもしれないんですけど、参考に少しでもなれたらいいなと思います。はい。エドでした。エドでした。ありがとうございました。バイバイ。また。